はい、どうも、有吉です。今回は前回の続きで TT02 をサーキットで速く安定して走らせるという方向ではなく、その辺の道端で走らせて見た目をリアルにするという方向でお金と労力をかけずに改造していくという企画です。まず前回のおさらいですが、前回はノーマルな TT02 からこちらのパーツを取り付けて、なんとか最低限それっぽいリアルな走りを楽しめるというところまで来ました。で、補足がありまして、前回の最後の走りでちょっと手前の右のドリフトは決まるのに、奥の方の左のドリフトはやりづらいなぁと思ってました。こちら家に帰ってみたら原因が分かりました。左と右のステアリングで切れ角に差がありました。見ていただくと分かりますが、右はすぐいっぱいまで振り切れるのに、左は最後まで振り切れません。これはサーボセーバーを斜めに取り付けているせいでした。私のサーボは標準タイプではなくショートタイプのサーボを使っていたので、動画のようにちょっとサーボの軸がずれていたようです。サーボセーバーがずれていると、図のようにサーボが同じ角度で動いても左右の移動量に差が出てしまいます。なのでサーボセーバーはサーボに対して垂直になるように調整してあげるのが基本です。このあたりの解説は説明書にはないので、何も考えずに取り付けてしまうとこのようになります。ご注意ください。キット標準のものはこの部分の長さの調節ができないので、調節式のターンバックルが必要です。私は手持ちのパーツで済ませますが、購入すると1000円かかります。なのでこちらの症状の方はターンバックルセットも導入してください。さて次に本命のブラシレスモーターを組み込んでいきます。私は最初からブラシレスにアップグレード予定だったので、タミヤのこちらの TBLE04SR という ESEC を導入してました。こちら、ブラシモーターとブラシレスモーター両方に使えるという優れもので、ブラシレスモーターにも興味がある方なら、最初からこちらを買っておくと、ブラシレスモーターを導入する際に買い替えなくてよいのでおすすめです。で、ブラシレスモーターを導入するにあたり、せっかくのモーターを壊したくないので、モーターへの負荷を減らすためにフルビアリング化します。で、あとこれは全然必須ではないパーツですが、自分はうっかり買ってしまったので、こちらのアルミプロペラシャフトとジョイントを取り付けます。こちらは樹脂パーツに比べ精度が良いという感じのパーツですが、そのままでも性能的にはほぼ変わらないです。はい、これらのパーツが取り付け終わりました。左右の切れ角も同じぐらいになって良い感じです。スロットルを握り切った時の音も少し静かになりました。それでは外で走らせてみましょう。おっと、いきなりモーターパワーを生かしたスピンターンから始動だ。で、走りもそうですね。かなり良い感じではないでしょうか。まあ欲を言えばもうちょっと切れ角が欲しいところですけどね。切れ角がアップするともっとコントロールしやすくなりますが、まあ元々が TT02 なんであまり欲張ってはいけません。これでも十分パイロンを回るという遊びが自在にできるようになりました。さすがに標準モーターから 10.5 ターンのブラシレスに変更したので、モーターを交換した効果はあったなという感じで、これでどこからでもホイールスピンが発生できます。まあそれを活かす切れ角があればもっといいのになという感じなんですがね。まあこれでも十分楽しく運転できる感じにはなっているので、これでも全然良いかと思います。ちなみに今回はまだ登場させてないので、ベンチマークとしている XV01 の走りをおさらいしておこうと思います。はい、映像で見ると微妙な違いですが、XV01 の方が小さいドリフトができていると思います。これは XV01 の方がコントロールしやすいからで、TT02 でも操縦がうまければ同じようなことができるんですが、より精密なハンドルとアクセルワークがないと、ここまで小さいドリフトは TT02 だとできないです。XV01 はスピンしそうになったり止まったりしそうになっても、そこから復帰することができる余裕がある感じです。
はい、ちなみに比較するとこんな感じで切れ角に差があります。で、実は調べると TT02 用のこのような切れ角アップパーツも出てたりするんですが、なんとこちらサスペンションも交換しないといけないらしく、合計すると1万円もします。ステアリングだけだったらちょっと買ってみようかなと思う金額ではあるんですが、切れ角やばいのでアームから何から変えないとつっかえて動かなくなりそうですよね。知っている方いたらそのあたりコメントで教えてください。で、1万円もかけるなら個人的には最初から XV01 で組んだ方が良いかなと思ってしまいます。ちなみにこちらの XV01 はサムネの動画にてユニバーサルシャフトを導入してちょっとパーツを組み替えて切れ角アップを施しています。で、今回のおさらいをするとコスト的には合計9000円分のパーツを追加しました。ターンバックルで1000円、ブラシレスモーターで6000円、ボールベアリングが1000円、アルミプロペラシャフト&ジョイントで1000円。こちらをステップ3とします。で、ここからさらにステップ4の改良をしたいと思います。次はロングダンパー化です。さっき1万円もかけるならみたいな話をしたばかりですが、ロングダンパー化は1万円ぐらいかかります。ということで、その良さを説明しきれるかわかりませんが、自分的にはこれでかなり遊べるようになるイメージなので、こちらはおすすめです。ロングダンパー化すると良い点はこちら。ダンパーの動きがさらにゆっくりになる。ロール感が増す。ガタガタ道に入った時も様になるという感じです。一つ目のダンパーの動きがさらにゆっくりになるという点はこちらをご覧ください。このように両方とも同じスプリングの硬さだとすると、スプリングの長さが2倍になると振幅も2倍になり、1回振幅する時間も2倍になります。これによりスケールが小さいラジコンでもさらにゆっくりサスペンションが振動するダンパーになり、よりリアルな挙動に近づきます。では、現在の XV01 と TT02 で振動の違いを見てみましょう。こうして見ると結構動き違いますよね。XV01 の方が明らかにゆっくり振動しているのがわかると思います。TT02 の方はフロントの方にまで振動が伝わってしまったりしてますね。まあ、ここまで飛び跳ねることはアスファルトではあまりないですが、本質的な動きがリアルに近づくので、どんな状況でもリアルに動いてくれるような感じになります。次のロール感が増すというのも同じ理屈で、ダンパーが長くなったので、その分ロールによる沈み込みの幅も広がります。で、最後のガタガタ道でも様になるというのは、これまでオンロード用として作ってきましたが、ふとした時ダートで走らせると走りがおかしくなります。こんな感じです。スプリングのみのダンパーなので、このようにバインバインとした動きになります。ロングダンパー化すると、これがなくなり、かっこよくダートも走れるようになります。アスファルトもダートもそつなく遊べるようになると、すごく楽しいマシンになるのでおすすめです。ということで、ロングダンパー化をしていきたいと思います。取り付けるパーツはこちら、TT02 用ラリーダンパーステイ2個、GF01 用オイルダンパー、TT01 用ターンバックル、あとスプリングです。TT02 のロングダンパー化にもいろいろな方法がありますが、こちらのパインビーチレースウェイさんのダンパーステイを使うのが一番手っ取り早いです。こちら、ここ2年ぐらいで出てきたパーツなのですが、このパーツがない頃は皆さんすごく苦労されたんじゃないかなという感じの大変ありがたいパーツです。あと、こちらのターンバックルは先ほどのターンバックルと違い、TT01 や TT02 のステアリング用に非常に短いタイロッドが作れる仕様になっています。また、こちらの長いピローウォールが付いているのが嬉しいですよね。で、こちらを取り付ける前にサスペンションの加工が必要です。というのも、こちら TT02 はダンパーを外した状態でも下方向のストロークがフロントもリアも 12mm 程度しかありません。この状態でロングダンパーをつけたとしても恩恵に預かれません。なので、下方向への可動域を増やしてあげる必要があります。ちなみに XV01 の方はフロントとリア、それぞれ22から 24mm ほどあります。ちなみにですが、私の XV01 のフロントはちょっとだけ小細工しておりまして、フロントのダンパーの長さはこれ 70mm なのですが、このままつけるとなぜかフロントのストロークが使い切れない仕様になっています。なのでダンパーの長さを少し長くしたくて、ダンパーエンドの中にモーターの芋ネジを仕込んで、ダンパーロッドが 1.5mm ぐらいはみ出るようにしています。これによりダンパー全体の長さが伸びて、フロントに取り付けた時、本来のストロークが使えるようになり、22mm ぐらいのストロークが出せるようになっております。
それではリアから可動域を広げていきたいと思います。リアはこちらの出っ張りを切ってあげます。はい。ちょっと硬いですが切ってきれいにするとこんな感じです。左だけ組み付けるとこんな感じです。左の方だけ下がっているのがわかると思います。切ってない方は、右の方なんですが、全然高さ変わりました。それでは今度はフロントやっていきたいと思います。フロントはこちらのタイロットを外してあげるとですね。で、正面から見てみると、画面から右の方だけ下がっているのがわかります。タイロットを外すとですね、下がるということは、このタイロットが可動域を制限しているということになります。なので、ここをターンバックル化して下まで下がるようにします。で、これを使います。こちらがステアリング用に短いタイロットが作れるものです。で、ここでちょっと注意です。こちらのタイロットですが、非常に斜めに取り付けなければいけません。なので、この斜めを解消することで、可動域の確保と自然なステアリングを手に入れたいと思います。説明書ではこちらの 3mm のナットを下から留めるように書かれていますが、今回はこちらのようにピンボールに高さを出すために取り付けるようにします。それにより、こちらの斜めが少し解消され、可動域が広がってステアリングに影響は出ません。で、前後の改造が終わったので、ストロークの長さを測ってみると、前が 22mm 程度、後ろも 22mm 程度となりました。で、今回実験でタイロットの取り付け位置を左のように上げてみました。比較のために右はそのままにしてあります。これにより切れ角が少しアップしています。ただし、切れ角がアップしたのは内側に切った時だけで、外側に切った時は逆に少し切れなくなっているような気もします。効果はちょっとよくわからないので、一旦これを両方に施してテストしてみようと思います。次にダンパーを作ります。基本的には説明書通りに作りますが、オイルはこちらのアクソンのオイルを使います。5WT という一番柔らかいオイルです。多分ラジコン用で一番柔らかいオイルなんじゃないかなと思います。はい、取り付けてみました。こんな感じです。で、動かしてみた感じなんですが、こちらの XV01 と比べるとかなり動きが渋い感じです。こっちはスルスル動くんですが、こっちはなんか重いんですよね。スプリングのは、こっちの方が実は柔らかいものをつけているんですが、動きが渋い感じです。なので、こちらのダンパーに付属していた黒いオーリングがありまして、こちらが赤いオーリングより摩擦が少ないので、こちらに入れ替えてみようと思います。はい、入れ替えてみました。ですが動きはあんまり変わらないですね。ということで、こちらもダンパーに付属していたものなんですが、こちらの金属のスペーサーに交換していきたいと思います。こちら、ただのスペーサーなので、実質オーリングが1個しかついてないことになります。なので、オイルは漏れやすくなりますが、実際そこまで漏れないので、これでいこうかなと思います。あと、オーリングに比べてちょっと遊びがある感じですね。ですが、こちらの蓋があるので、そこまで気にならなくなります。はい、これで結構スルスルになりました。はい。で、これでやっとマシになった感じです。でもまだ XV の方が軽いんですよね。ちなみにこっちの XV のダンパーなんですが、かなり昔に買ったもので何を買ったのか全然覚えていません。でもスルスルで結構良い感じです。4つで6000円ぐらいのダンパーでした。で、ダンパーステイがちょうどマジックテープより下になるようにしています。で、リアはボディポストが邪魔だったので、ダンパーステイにアルミのマジックテープのボディポストを取り付けています。こんな感じです。跳ねさせてみるとこんな感じ。はい、だいぶ振動は落ち着いたかなと思います。で、車高はリアが 15mm でリバウンドをすると 20mm ぐらいになり、フロントは 16mm でリバウンドすると 22mm ぐらいになりました。フロントの方が可動域ありますね。リアはユニバーサルシャフトを入れるともう少し可動域を広げられるので、気になる人は2、300円課金してリアにもユニバーサルシャフトを入れてください。自分はこれでいきます。
で、走らせてみたところ、確かに前より曲がるときは曲がるようになったのですが、曲がったり曲がらなかったりコントロールしづらいです。やはり先ほどのインとアウトの切れ角の差があるというのが大きく、コーナーでどちらのタイヤがグリップするかによって曲がり方が大きく変わってしまい扱いづらいです。なのでこちらは元の取り付け位置に戻します。これですね、左のタイヤを見てほしいんですけども、はい、インに曲がるときにはすごい切れるんですけども、アウトに切ったときに全然切れないっていうことで、これで左右のタイヤの切れ角に差ができてしまい、どっちがグリップするかによって曲がり方が全然違うみたいな感じになっています。はい、ということで元に戻したんですが、こっちの方がやっぱり全然運転しやすいですね。なので TT02 はこのステアリングの設定でちょっといこうかなと思います。はい、いい感じだったのでちょっとコース外でも走らせてみたいと思います。お、半回転ターンで、アスファルトのドリフトはこんなもんだろうということで、次にタイヤをですね、ゴムドリフトタイヤに変えて、あとダンパーのスプリング位置を、ちょっと下げまして、これが私がダートで遊ぶ際のラリー仕様になっております。ラジアルタイヤだとグリップしすぎるので、ゴムドリフトタイヤで遊ぶことが多いです。あと、ラリーで走らせるとさすがに重りがずれてしまうので、重りもマジックテープで固定して、3枚の重りも針金で束ねています。はい、ちょっと車高が上がったラリー仕様です。こちらでダートを走らせてみたいと思います。全然ダメですね。ガタガタしてますね。やっぱりダンパーが硬いの気になってましたけど、その影響ですね。これはちょっと対策をしないといけません。はい、家に帰ってダンパーを柔らかくする検討をしたいと思います。で、オーリングを摩擦が少ないものにすることにしました。こちら、オーリングの断面が X タイプになっていて、摩擦が少なくても漏れにくい仕様になっています。で、オーリング8個入っていたので、最初使用通りに1つのダンパーに2個ずつ入れてみたんですけども、やっぱりちょっと動きが渋いなということで、1つスペーサーにして、オーリングを1個だけの仕様にしてみました。ですがやっぱり XV01 と比べるとまだ動きが渋くて、原因がですね、XV01 と TT02 を比べたときにダンパーの下側の取り付け位置がですね、XV01 の方はタイヤから離れてるんですけども、TT02 の方はタイヤとかなり近い位置にダンパーの取り付け位置があります。これによってタイヤの力をそのままダンパーに受ける感じになっているので、XV01 よりもダンパーの動きが渋いのかなという気がしてます。で、取り付け位置を TT02 もこのタイヤから離れたところにつけるっていうこともできるんですけども、ちょっと加工がですね、4箇所同じような位置に穴を開けるっていうのはかなり難しいですし、あと、アームって力がかかるところなので、穴を開けてしまって強度が弱くなってしまうのも心配なので、ダンパーのピストンの穴を増やせばいいんじゃないかなということで、ピストン穴が大きいものを買ったんですけども、これなんと穴が開いてませんでした。ブランク仕様でした。ってことで、今ついているダンパーの穴を広げようかなっていうことにしました。ちょっとやってみたいと思います。まずダンパーのオイルを出しまして、もともと 1mm の穴が3つ開いているんですが、ドリルで 1.5mm の穴を開けてみたいと思います。これによって穴の断面積は2倍以上になるので、かなりオイルが通りやすくなるんじゃないかなと期待してます。で、あまり分解せずにもうこのまま組み付けた状態で開けてみました。ちょうどですね、オイルもまだそんなに拭き取ってないので、そのオイルが残っているのがいい感じで、かなり綺麗に穴を開けることができました。こんな感じです。はい。それではこちらのダンパーを組み立てて取り付けてみたいと思います。ちなみに私、オイルの気泡抜きなんですが、このようにタイヤに刺して気泡を抜いてます。
で、別の動画で解説していた部分なんですけども、ボディにボディポストの穴を開けたくなかったので、マジックテープで取り付けられるように、マジックテープの折り代をアルミで作ってるんですが、このアルミの部分がどうしてもやっぱり使ってると曲がってしまうので、金具で補強してたりするんですが、金具で補強してても、後ろのところはですね、やっぱりちょっと、のりしろが長いので、どうしてもたわんでしまったりするのが気になってました。で、こちらの部分を補強したいので、TT02 のランナーのパーツがちょうどこちらの補強に使えそうなので、こちらで補強してみたいと思います。はい。で、取り付けてみました。ランナーをですね、ちょうど後ろのバンパーの出っ張り部分に穴が開いていたので、そこに差し込んで、ナイロンバンドで、縛って固定しています。これでがっちりと動かなくなりました。で、上の方のマジックテープも、面積が広すぎると、硬くて、マジックテープ自体が剥がれてしまうので、このようにマジックテープが剥がれないように半分だけマジックテープ出るようにして、ナイロンバンドで剥がれないようにしています。で、前の方は、金属パーツ入れてあんまり動かなくしたので、これでいきたいと思います。で、ここまでやってようやく TT02 の足もかなり柔らかくなって満足いくレベルになってきたので、これで外で走らせてみたいと思います。はい、今のこの跳ねる感じはこんな感じです。はい、いい感じではないでしょうか。はい、まずはドリフトですね。ドリフトはですね、オイルダンパーにしたところで動きはほとんどあんまり変わらないですね。顔面は変わらないし、操作感覚もそんなに変わらないので、オフロードの方に早速行ってみたいと思います。Kamu coba sentuh aku lagi, meskipun pandanganmu terhalang di depan langkahku. You gotta know, you all gonna know, apapun yang aku lakukan. Now you just keep your eyes on me. Kamu tidak bisa sentuh aku, tidak akan pernah bisa. Ayo lihat aku sekali saja. Hembusan ini sudah datang, I'm on fire. Siapapun yang mencoba menghalangiku, bagiku itu tidak berarti apa-apa. Why not? Aku percaya diri dalam segala hal. Show what I have. Semakin kamu mengenalku, semakin terkejut. Tidak ada niat untuk berhenti. Here we go now. I'm untouchable, kamu tak bisa menghalangiku. Ini sudah dimulai mengalir seperti sekarang, just going on and on. You mess it up now, akan kalah dengan mudah. Apapun itu, I don't care about. I'm untouchable, bentukku tak akan hancur. Bang 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 balik, tak ada yang bisa menghalangiku, nobody. Bang 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 balik, nothing gonna stop me, no no nobody. Misiku hanya milikku, misi yang tidak ku takuti. Tidak ada yang perlu ditakuti. Yeah, gotta go baby, keep your eyes on me. Aku tidak melihat buta, aku mengikuti instingku. Hingga aku puas, selalu mengikuti jalanku. You know I'm not scared. Hempasan ini sudah datang, I'm on fire. Siapapun yang mencoba menghalangiku, bagiku itu tidak berarti apa-apa. Why not? Aku percaya diri dalam segala hal. Show what I have. Semakin kamu mengenalku, semakin terkejut. Tidak ada niat untuk berhenti. Hey! I'm untouchable, kamu tak bisa menghalangiku. Ini sudah dimulai mengalir seperti sekarang, just going on and on. You mess it up now, akan kalah dengan mudah. Apapun itu, I don't care about. I'm untouchable, bentukku tak akan hancur. Bang 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 balik, tak ada yang bisa menghalangiku, nobody. Bang 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 balik, nothing gonna stop me, no no nobody. Gerak shine it out, tidak ada yang perlu ditakuti. Ambil apa yang kamu mau. Bang 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 balik, nothing gonna stop me, no no nobody. Hey yeah, nobody. No one can stop me. Aku berlari tanpa batas. Here we go now. I'm untouchable, kamu tak bisa menghalangiku. Ini sudah dimulai mengalir seperti sekarang, just going on and on. You mess it up now, now akan kalah dengan mudah. Tak ada gunanya, I don't care about. I'm untouchable, bentukku tak akan hancur. Bang 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 balik, tak ada yang bisa menghalangiku, nobody. Bang 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 balik, nothing gonna stop me, no no nobody. Bang 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 balik, tak ada yang bisa menghalangiku, nobody. Bang bang
yeah. はい、いかがでしたでしょうか。レース仕様では全くないので、コースで走らせると遅いですが、どこで走らせてもかっこいいラジコンというのもありなんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。はいちゃしでした。